視聴者の中には何があったんだっていうことで気にしてくださる方が。そうですね、やっぱり結構インパクトがあった動画だったので、全然問題がなかった感じですか、インタビューとして。そうですね。当時のインタビューは、コロナの前で、今よりももっと彼と仲良しでしたね。ただ、出産があって、子育てが一日の中での重心になってきてからは、ちょっと関係性が変わってしまったんですよね。離婚のニュースを見た方の中には、彼の職業的な部分で難しかったんじゃないかっていう方もおっしゃるんですけど、全然彼の職業とは関係なくて、本当に一般的な男と女とか、家事と育児の配分とか、多分本当に普通の夫婦の問題、子供が泣いても夫は目を覚まさない。で、私だけがずっと夜面倒を見ているとか、子供の預け先とかに関しても、リサーチとかは全部私がやって、で、彼はあまり主体性を持って取り組んでくれないとか、当たり前に全てがこちらの負担になってるっていうことが、家事に対しても育児に対してもすごく多かったです。で、それに対して気づいて感謝してくれるとか、愛情は感じるとかだったら全然やっていけたと思うんですけど、年々愛情表現が少なくなって、それもすごい悲しかったですね。昔はハグをしたりとか、手繋いだりとかあったんですけど、そういうのが全然なくなってしまって、感謝されないのに、ダメ出しだけはされるので、すごく自尊心が私低くなってしまって、SNS でいろいろ夫が息子と遊んでるのとかをシェアするんですけど、すごくいい家族ですねとか、旦那さんが手伝ってくれて嬉しいですって言ってくれる方もいるんです。日曜日の午後だけは一緒に遊んでくれました。でも、平日はずっと私が見ていて、彼は寝かしつけもしたことがないし、おむつも買えないし、子供が病気になった時とか、日々の教育のこととか、全部私が調べて、一緒に子育てをしてるっていう気持ちになれなくて、チームとして頑張ろうとしているのが私だけで、彼は一人でずっと、自分の仕事に集中して、で、それを家族が支えるのは当たり前だと思ってるみたいな。これがですね、難しくって、彼がっていう風な言葉を私は使ってるんですけど、男の人はっていうのに近いんじゃないかなって思って、もちろん全ての男の人がそういう風になるとは限らないんですけど、お友達とかとも話していて、妊娠、出産、子育てに関して、男性って蚊帳の外というか、自分が主体的になれない人も多いよねっていう。もう今は時代が変わってきてるんですけど、ただ私たちの世代っていうのはそういう親を見て育っているので、彼も自分が育児をする中で家事を取ってっていう風になれなかったんだと思います。子育ての前にやっていた仕事とか楽しんでいたことっていうのは一旦全部手放してるんですよね。で、子育てを中心になってるし、思考回路が母親になってるんですよ。私は息子最優先。2番目が自分なんですよ。彼は自分が最優先で、自分と自分の仕事が大事っていう感じで、彼の人生に寄り添いたいから、自分がそれに合わせて変えようとしてたけど、自分がそれだけ変わったり努力するんだったら、その見返りを多分求めちゃうんですよ。勝手に努力してるとかじゃなくて、やっぱりこれだけ努力してるから彼にも認めてほしいとか感謝してほしいっていう気持ちが人間だから生まれちゃう。でも、それが返ってこないから傷つくことの繰り返しだった気がします。修復を試みたというか、君健さんに伝えるとかっていう努力はしたんですかね？何度もしました。何度もしましたし、いろんな本とか映画とか読んで、こういう言葉で伝えてみようとか、男性ってこういう習性とか脳の考え方の癖があるんだっていうのとかを調べたりして、自分で実践してみたりとか彼に伝えてみたりするんですけど、うまく伝わらないというか、やっぱ人の価値観を変えるのってすごく難しいことなのかなって。最後の方は、私がそういうことを言うことによって彼が不機嫌になってしまうっていうパターンが多かったので、飲み込む、我慢するっていうことが多くなっていきましたね。伝えるのも怖いし、伝えたら最後もう離婚だろうなっていう次元爆弾みたいな気持ちをずっと抱えてたので、そういう意味では離婚してちょっとスッキリできたかもしれないです。すごい元夫の悪口を言う人みたいに聞こえるかもしれないんですけど、嫌いで離婚したとかではなくて、そういうぐちゃぐちゃになって終わるのを見たくないっていう気持ちでリセットしたみたいな感じですかね。まだ彼のことが好きな気持ちとか尊敬する気持ちっていうのはたくさんあるんですよ。でも同時にこういう話をするとママたちがうちも同じなんですってすごい
たくさん共感のメッセージをくれたりして、なんかこれってその個人的な問題で私と夫の話っていうより、やっぱりこう社会の問題と地続きで、なんでその女性は子供ができた瞬間から人間関係も生活も全て変わるのに男性は変わらないんだろうとか、やっぱ彼も周りが子育てしてるパパばっかりになって夜は出かけられないよねって言ってくれる友達がいたら出かけないはずだと思うんですよ。個人的な問題っていうよりは社会が抱えている構造の問題なのかなって。家族の問題って常に社会問題と結びついちゃうなと思います。子育てしてる人ってかっこいいよねとか、子育てして当たり前だよねっていう社会に作り変えていかなきゃなとは思います。最初彼は子供を持つことがあまりウェルカムではなくて、もともと前の奥さんと結婚してお子さんが2人いるんですね。子供を産んでから結婚生活がうまくいかなくなったみたいなので、もう子供もいるし、子供いらないって言ってて、でも私は子供欲しいっていうところで彼も納得してくれて子供を持つに至ったんです。私が子供欲しがったわけだし、私が子育てするのは当たり前なのかなっていう気持ちもどこかにあったんですけど、人生が今子育てが中心になった中で、こう日々自由に動いてる彼を見て、2人の子供だからもっと一緒に悩んでほしいし、なんか私だけが空回りしてるっていう風に思いたくなかったみたいなのがありますね。彼の仕事が理由ですよねとか、事実婚はうまくいかないとか、このカップルは離婚すると思ってたとか、そういう雑音みたいなのもありますね。でもそれは別に予想できたことですし、そういうのすごい気にする時期もあったんですけど、なんか強くなりましたね。それで言うと、真剣に受け止めなくていいかなみたいな。彼がすごく強い人だったので、その強さを一緒に生活してるうちにもらったっていうのもあるかもしれないです。彼はやっぱその雑音を気にしない人なので、どう思われようと自分の道を行くっていう、そうだ、気にしなくていいなって、この人たちと別に会うわけでもないし、それよりもなんか共感してくれる人を大事にしたいと思いました。離婚結婚で悩む人たちの気持ちが分かるようになったので、そういう意味ではすごく人の悩みとか気持ちに寄り添えるようになったかもしれないですね。だから成長にもなったし、学びにもなったし、きっとなんかこれから私がメッセージを発信していく上での大事な素材にもなっていくだろうし、なんか結婚して後悔したりとか、出産して後悔したりっていうのは全然ないんですよ。生涯寄り添うつもりで結婚してたから、やっぱどこかに痛みはあってうまくいかなかったとか、あの頃に戻りたいとか、やり直せないかなとかいう気持ちもあるにはあるんですけど、それって相手があってのことで、私がどう願ってもコントロールできないことですし、なんか私やりきったんですよね。自分ができる努力は全部したんですよ。やっと区切りがついて次に進めるみたいなスッキリの気持ちもあります。結婚する時もやっぱ周囲の反対とか心配を押し切って、でも私はこの人と結婚したいって、離婚とかもしたくない気持ちはあったけど、でも自分の決定だし、なんか離婚したからといって、じゃあ惨めな風になってるかっていうと全然そんなことなくて、離婚イコール惨めとかかわいそうって思われたくないっていうのがあるのかもしれないです。私今ここに内出血の跡があるんですけど、ちょっとカメラにどこまで映ってるかわかんない。これは最近綺麗に見えるようなレーザーとかをしてきたんです。離婚した直後に老けた印象だったら、なんか周りを心配させてしまうし、離婚ってやっぱ大変なんだって周りに思わせちゃうんですけど、離婚しても元気だし明るいし、離婚することは人生の終わりなんかじゃないよっていうのは、なんか自分の生きる姿勢で周りの人に届けていきたいなと思って、なんかせっかく離婚したんだからっていう言い方も変かもしれないけど、離婚した人生をちゃんと楽しんでいきたいなっていう気持ちです。そういうなんか私の人生に誰かが影響を受けてくれたら、そういう小さなことの積み重ねでなんか世の中って変わっていくと思うんですよね。